こんにちは、榎本美沙です。今日は高タンパクでヘルシーな食材、鶏胸肉を使った塩麹鶏ハムご紹介します。加熱時間10分ぐらいですごく簡単なんですが、驚くほどしっとりごちそうに仕上がります。ぜひ冷蔵庫に置いてあるとね便利なので、ぜひお試しいただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まず鶏胸肉、皮なしのものになります。皮ありで皮を取っていただいても大丈夫です。そして塩麹になります。はい、ではですね、鶏肉開いていきます。薄いところと分厚いところあるので、真ん中に包丁を入れて、でこう横にそぐように開いていきます。こちら側も同様に開きます。ではポリ袋に鶏肉を入れます。そして塩麹入れます。塩麹入れられたらですね、全体になじむように袋を揉み込みます。全体になじめば OK です。袋の口閉じて冷蔵庫で一晩置いておきます。はい、一晩つけました。ちょっとね馴染んでる感じがします。鶏肉はですね、火が入りやすいように、あとしっとり仕上がりやすいように加熱調理の1時間ほど前ぐらいから室温に出しておきます。そしたら鶏肉の水気を拭き取ります。塩麹は拭き取らなくてもいいんですけれども、水気はですね拭き取った方がいいので、ちょっとポン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 と上からね押さえるようにして水気を拭き取ります。そしたらですね、鶏肉を巻いていきます。ラップを大きく広げて、鶏肉1枚ずつ巻きます。これちょっと尖ってる方を手前にしてですね、ぐる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 ときつく巻いていって、はい、このように巻きます。で、端はですねキャンディーのようにして結んでおきます。ちょっと結べなそうであれば、タコひもなんかなのでね、結んであげても大丈夫です。もう一本も同様にやっていきます。そしたらですね、耐熱のジッパー付きの保存袋に入れていきます。で、なるべく空気を抜いてジッパーを閉じます。そしたら鍋にですね、お水2リットル以上ですね、結構たっぷりめに入れるようにしてください。そしてこの空気を抜いたね、このお肉入れていきます。で、この袋が外の火に当たってしまうととっても危ないので、袋をね外に出ないようにしていただくといいです。で、どうしても浮き上がってきてしまうので、落とし蓋をして中でねお肉が火に入るようにしていきます。こちらで弱めの中火にかけていきます。はい、ちっちゃい泡がふつふつふつと出てきました。ちょっと沸騰とまでは言えないぐらいの泡出てきたら、ごく弱火にしてですね、このまま10分加熱します。はい、では時間になりました。ちょっと見てみますね。やけどに気をつけてください。周りがね、お肉の周り白くなってたら大丈夫です。そしたら、上下を返して、でまた浮いてこないように落とし蓋をして、で火を止めて鍋の蓋を閉めてですね、このまま1時間半以上置いておきます。はい、では1時間半ぐらい置きました。開けてみます。落とし蓋も取ります。はい、しっかり白くて美味しそうです。そしたらですね、せっかくなので薄切りにしていきたいと思います。では切っていきたいと思います。もちっとしてとっても美味しそうです。できます。お好みなんですけれども、薄く切ってもね美味しいですし、ちょっと分厚めに切っても美味しいと思います。しっとりしてるのが触ってるだけでわかります。美味しそう。
はい、切れました。盛り付けて出来上がりになります。はい、こちらで完成です。はい、では塩麹鶏ハムいただいてみたいと思います。いただきます。もう切ってる時からすごいしっとりしてましたけど、ちょっとベジタブルファーストでベビーリーフから、おいしい。じゃあお肉いただきます。しっとり、美味しいです。塩麹でね、旨味と、味わいがついているので、このまま食べてもとっても美味しいですし、サンドイッチとかに挟んでいただいても美味しいんじゃないかなと思います。なんてしっとり。本当に加熱10分ぐらいでね、そのままあとは放置しておくだけなんですけれども、鶏胸肉がこんなに絶品のごちそうになってます。こちらはですね、本当に低脂肪高タンパクの鶏胸肉使っていますので、冷蔵庫にあるととっても便利なんじゃないかなと思います。冷蔵庫で 2,3 日保存できますので、ぜひたっぷり使っていただけたらと思います。私は鶏胸肉レシピいろいろご紹介してまして、つるんと美味しい鶏胸肉の梅和えとかですね、鶏胸肉の南蛮漬け、これねお野菜もいっぱい取れますというのもご紹介してますので、よろしければ合わせてご覧いただけたらと思います。これからも季節に合った料理、発酵食品を使った料理いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。もう食べきっちゃう